今回は2012年から2013年にかけて放送されたアニメガールズ&パンツァーの第8話を見た当時の視聴者の放送終了後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。雪上戦で地味な試合になるかと思ったら、いい感じに雰囲気出てるなぁ。雪中の戦車の動きと、カメラワークがものすごかったな。しかし指揮官の言うこと全然聞かないな。今回は暗号チーム以外、全員がももちゃんだった。やっぱり戦車って、上下関係のある人間が運用しないとダメだな。指揮系統が混乱しすぎている。やっぱり隊長の指示には従わないといかんのですよ。一時的な盛り上がりを制してこそですわ。負けフラグ乱立しまくってたから、今回で最低でも3両持ってかれるかと。大洗チームの謎の楽観論のはびこりようは一体なんだ。皆がイケイケで負けフラグ濃厚で、見事に罠に引っかかって終わった。今回の話はまんまドイツ軍だな。調子に乗って攻めたら罠だった。相手引き込んで囲むってのは、まあ上等手段だよな。15対6とか、どんな罰ゲームなの？てか大会規定で10台までじゃないの？あれは第1回戦の試合規定。とりあえずカチューシャかわいい。カチューシャの本領発揮は自習みたいだな。それにしても小さすぎるだろ。会長以下だとは思わんかった。カチューシャタン、会長よりちっこくて可愛いよ。しかしカチューシャちゃんの、口元を気にしないところとか可愛い。カチュのシベリア送りで25ルーブルを、ノンナが翻訳してたのが笑えた。カチューシャが被ってた帽子可愛いな。暖かそうだし、被ってみたい。街歩いてたら浮きそうだけど。ピロシキって別れの言葉じゃねえだろ。粛清してやる。粛清、にしか聞こえなかった。カチューシャの、粛清してやるが、今回のベストワード。しかしカチューシャちゃん、まるで有能そうに見えなかったな。あんなんで名門プラウダの隊長が務まるのかね。カチューシャは、全大会でフラッグ落とした功績で隊長。カチューシャは、なんつうか小物感がいいな。今までの隊長はそれなりに威厳があったのに。ノンナとカチューシャが突然歌い始めた時、よくわからんが感動してしまった。プラウダ高校がなぜか歌い出したところは、正直笑った。けどいい歌だねあれ。カチューシャの雪中行軍合唱が良かったな。やっぱロシア音楽には、何か心惹かれるものがあるわ。カチューシャが聴けるとは。カチューシャが、カチューシャ歌い出して笑った。カチューシャ、いい曲だしハーモニーも良かったな。歌は統率と威圧感と式の高さを見せてたな。あの感じがたまらない。うらー、とカチューシャ合唱に感動。ノンナの中の人のロシア語、すげえ気合入ってたな。ロシア大好きって聞いたが、これほどとは。巷で噂のロシア声優も、自分の最大の持ち味活かせてよかったな。まさに天が与えた敵役じゃん。さすが上坂すみれ。ロシア語の発音半端ねえ。知ってたけど、スミペの発音はガチだな。最初の T34 が、撃破される距離まで動かなかったのは、おとりだったからか。プラウダのおとり作戦は、車両が多いからできる技だな。プラウダは物量に物言わせて、おとりで戦車を平気で使い潰すんだな。個人的には、あいつらにやられた車両は、全員シベリア送り25ルーブルよつってんのに、おとり作戦やるのはちょっとかわいそうだなと思いました。相変わらず戦車の重厚感がすごいな。今回戦車の動きすごかったな。先行 SS にあった4号が、丘を越えるとこなんて最高だった。あと JS2 の登場シーンとか、プラウダのフラッグ車も操縦うまいのな。ほーれほーれって誘ってる。頭に血が昇った状態じゃ仕方ないか。今見直してるけど、カチューシャもノンナも T34 に乗って、初期長や KV2 はモブなんだな。これは意外だった。KV2 はやめてって言ったじゃん。俺たちの KV2 が 3D にだと、ロマン砲が火を吹くぜ。KV2 って、榴弾砲搭載の支援戦車も OK なのか。KV2 来たー。雪吹っ飛ばすときに、榴弾を使用してくださいって言ってたし、152mm 榴弾砲 M10 使っていいんだよね？いいんだよね？今んとこ、シベリア送りになったのは3両ぐらい？それでも残り12両とか。しかし、3突の命中率は高かった。歴女2両撃破か。驚異のお笑いの初段命中率。いまいち白旗の判定がわからん。T34 相手でも、正面から一撃で白旗取れるもんなの？カバさんと、アンコウさんの超方針 75mm なら取れる。履帯が外れたところもリアルだった。しかし戦列復帰は無理そうだな。せっかくビンター決定にしたのにな。履帯の切れた三突を押し込むのは、よかったな。三突の切れた履帯が、境界の入り口に残されてるのに気づいた。こういう細かい描写いいわ。
司法 ?M さんの司法が吹き飛ぶ。3時間もらったから、三突の履帯は直すと思う。他の破損も直すだろうな。志村は後ろを、と言いたい気分だった。罠に引きずり込まれる感じが良かったな。ロシア戦車がわらわらと、包囲に湧いて出るシーンで恐怖を感じた。プラウダは退却戦が得意って、誰か警告していたのでは。案の定追いかけすぎて包囲されてますよね。逆包囲は、スターリングラードのオマージュか。これスターリングラード攻防戦のオマージュだから、史実通りにやると救出作戦失敗して降伏だよね。ちなみに、スターリングラード通りだと、救援が来るが包囲網は破れず終了するな。ところで降伏するのと普通に負けるのとで、何か違いがあるんだろうか。あのままやって怪我したくなけりゃ降伏しとけ。ってくらいの意味ってことでいいのかな。土下座させたいんだろ、カチューシャちゃんは。可愛いなもう。言ってたでしょ。土下座させて、カチューシャよりも小さくしたいんだよ。3時間も猶予くれるとか、さすが小さな暴君カチューシャさんだな。ミポリンの式がまずかったというか、みんなに気持ちよく試合をさせることを優先して、積極案を容認した感じなんだろうな。式は重要だからな。隊長は勢いをそぎたくなかったのだろう。ミポリン、簡単に罠に引っかかりすぎ。そりゃお姉ちゃんが後継者になるわけだ。美穂自身は何度かおかしいと感じていたが、よく考える暇もなく味方が100%して、聞く耳持たず突っ込んでいったから仕方がなくね。単身残って戦力がばらけるだけだから、ああなったら一緒に七に向かう以外手はない。ここで一回伸びた鼻を折っておけば、軍神の求心力もアップって算段ですわ。まさかの新三郎と奥様登場に、意表をつかれたよ。花さんのママンも、見に来てくれてよかったね。ああは言っても、一人娘だからな。花さんの活躍を見て、花母、やだ。ジンジンしてしまうわ。ってなるんだな。しかし新三郎、寒くないんだろうか。3時間も待たされたら観客投資してまう。奥様また倒れるで。どうやら母親は、軍神様が戦車道やってんの、知らなかったぽいな。美穂と花が、それぞれの母親に認めてもらえるかも、気になるところだ。花さんは、戦車道の経験も活かした花を生ければ、許してもらえそうな。とりあえず母親2人が来てる美穂と花は、次回大暴れの予感。軍神とマダンにぜひ暴れ回ってほしいところだ。砲塔回らないが、美穂は逆境になればなるほど、力を発揮するタイプ。ここからの挽回が見もの。真帆姉可愛すぎだろ。姉妹揃ってなんなんだよ。やっぱお姉ちゃんとの仲は、そこまで悪くなさそうだな。母親とは最悪だけど。姉ちゃんは後で出れそうだな。お姉ちゃんがやっぱり、妹大好きで間違いなさそうなわけだが。戦車1台につき、一人マコが欲しい。男を追いかけると逃げていくって。おい。そういやケイトのパンツは沙織の出おけ？この現状を打開する鍵は、秋山殿のココアだな。秋山殿があまり目立たなかったけど満足だ。秋山殿が注いだココアが飲みたいです。生徒会が環境占拠してんのかよ。あんこう鍋は、強烈にうまそうだったな。そういや鍋の他の料理は、あんこうの唐揚げかね。唐揚げっぽかったね。毎回腹の減るアニメだ。あんこう鍋、うまそうだったな。けど、美穂の詮索がきつくて笑った。会長の思わせぶりな発言もあれだけど、美穂の詮索が直球すぎて笑った。はぁ、思い出語る会長可愛かった。A パート序盤の生徒会の思い出話で俺、なんか目から汗出そうになったよ。生徒会思い出写真集における、ももちゃんの扱いが悲惨な件。ももちゃん。サーフィン的なもので、落っこちたと見るべきかな、ももちゃん。それよりも会長のバズーカの水量が異常。学校と思い出を守るために、強がってるのかなと思うと、ももちゃんが可愛くてしょうがない。やっぱ会長のキャラ好きだな。なんだかんだで生徒を大事にしてる。今回、周りに合わせて一気攻めに賛同してたのは、ちょっと違和感だったが、チームの雰囲気に合わせたのかな。会長ってこんなに生徒思いだったんだな。芋食ってるだけのロリっ子だと思ってたわ。廃校が気になって、寝れねえよ。優勝しないと廃校とか、どんなルールだよ。廃校しちゃいそうな展開じゃねえか。どうすんだよ。負けても次があるし、って感じのみんなのお気楽なノリと、生徒会の温度差がよく出てたと思う。勝たなければいけない理由ができたのは、でかいよな。生徒会がフラッグ者じゃなくなったのは、意味がありそう。来週活躍するんかね。美穂無双は最終回だろうから、生徒会が活躍して勝つと思う。
つうか来週、ももちゃんがついにぶち当てる舞台が、揃った気がする。今回、38T がフラッグ車でないのは、やはりももちゃん大活躍の伏線なのか。なんとかうまく敵を引きつけて、フラッグ車同士の一騎打ちに持ち込みたい。ここは生徒会が、一番危険で責任が重い役を引き受けないと、すっきりしない場面。風紀委員、ジェットストリーム座敷わらし。マコ以外にも、そどこ言われまくっててはろた。ていうかあれなんだな、そどこすげえナチュラルに、風紀委員仲間にもそどこって呼ばれてるんだな。そりゃ、自分もごもよって呼んでるんだから、しょうがないだろ。そどこたちは訓練というか練習というか、何もなしにいきなり実戦だったのか。まあもう設定に突っ込んでも仕方ないけど。しかし、チーム名に構わないだろうと思ったわ。よう考えたら、おとり役にしてくれと言わんばかりのチーム名じゃない？ついに歴女が、風紀委員に服装を注意されてたけど、反省ゼロで笑った。あれが彼女たちの制服だから。エルヴィン、自分の人生は、自分で演出する、どやー。そどこ、何言ってるのよ。これはそどこちゃんが正しい。ほんと何言ってるんだ。自分の人生は、自分で演出する。ロンメルの名言らしいね。でも演出の意味がちょっと違えだろと。みんなよかったな。今回のフラッグ車は我らが89式だぞ。今度は結構みんな見に来ますよ。戦車にバレー部員募集って書いておきましょうよ。とか言ってたのに、観客席すっかすか。北緯50度、屋外で雪降ってるし日射もない。こんな会場に見に来る奴は、身内くらいしかいなさそう。雪合戦してるところ、可愛かった。楽しそうだ。とりあえず今回、初めて丸山ちゃんが笑った。なんか丸山ちゃんに表情あったよね。どうしちゃったの？丸山ちゃんが適正視線だったけん。丸山ちゃんが話聞いてた。今回丸山ちゃんの個性が消えてたのが、ちょっとした衝撃的事件だったな。普通にみんなと同じ方向ばっかり見てた。カリナちゃんの、ぶっ殺せが地味にツボ。次回予告のうさぎさんチームかわいい。速報、聖グロリアーナ敗れる。ダージリンさん、あっさり負けて紅茶飲んでたな。まさかの聖グロ敗退済みである。田尻さんあっけなく負けたし、格言もなかったな。大洗が調子乗ってプラウダを深追いしたあたりで、田尻さんが険しい顔してるな。やっぱこの人には戦場が見えてるんだ。負けたけど。ダージリンさんは、すっかり解説者ポジだな。雪上でエスト屏風用意してお茶飲んでた、ペコちゃんと田尻さんに爆笑した。この絶望的環境で、3時間待たされる模様。シュールすぐる。この状況で3時間はロタ、投資しそう。さりげに前回とは車両が違うんだな。これならとりあえず、中にこもれば雪や風は防げるんじゃね？本日のダージリン様の愛車コーナー。インド型双輪走行輸送車、ACVIP。また偉く、マニアックそうなの持ってきたな。冬季用履帯のことなのか、ビンターなんとか。ビンター欠点。冬。履帯。しかし戦車の中って、めっちゃ寒そうだな。予想以上に、戦車いろいろ持ってたプラウダ高校。ロシア戦車の解説頼む。たくさんいて把握できねえ。T34、WW2 のソ連の主力。硬い速い強い。JS2、WW2 ソ連戦車の横綱。超硬い超強い。KV2、WW2 初期の陣地突破用戦車。遅くトロイが火力は化け物級。T34 の76と85って、見分けつくのかな？砲塔がでかくて、目立つキューポラがあって、砲身長いのが85。砲塔小さくて、砲身短めのが76。全部同じ戦車に見えると嘆きの兄貴のために作った。どっか間違いある？うっとうありがてえ。にわかだから、IS2 がなんで JS2 って発音されてたのか、わからなかったんだが、ようやくわかった。素晴らしい。シベリアで休暇を取ってくれたまえ。戦車初心者でもわかりやすい、ありがとう。この履帯のたるみこそ JS の証。このシーンはかっこよかった。いいよねこの履帯の表現。こんなことしてるから現場が大変になるんだと思う。でもスタッフグッジョブと言わざるを得ない。なんか T34 弱くね？実際傾斜走行してるから、それなりに防御力あるように見えるけど、走行圧自体は薄いホースから、それに相手を誘導する役割なんで、倒されても問題ないといえば問題ないわけで。新4号の細部を可能な限り考察してみた。ちょっと踏み込んで各パーツの使用された方や、生産時期なんかも書いといたので、絵を描くときや模型制作の参考にしてください。とりあえず D 型が残ってるのは、車体とフェンダーと牽引フックぐらいかな。自動車部の苦労を思うと涙が出る。
ルノー B1 ビス。どうにかして、下についてる四方を当てられないのか？信じられないだろうが、上についている砲塔の方が、走行貫通力は高いんだよ。下の方は対戦車戦闘、あまり考えてない。75ミリだから強いと思ったけど、違うのか。大砲の威力に大きく関係する要素は、口径と口径長と火薬の3つ。下の75ミリは砲身が短いので、砲弾の加速が十分得られないのよ。逆に上に積んでる47ミリは、加速を得やすく超砲身にしてる。そういう関係で、下の大砲は対戦車戦では使えない。本日のエンディング、ルノー B1、カモさんチーム。試合会場は、ルーレットで決めるのか。カチューシャが、試合前に来た時乗ってた車両は？その名もカチューシャ。世界初の自走式多連装ロケット砲。カチューシャさん、愛車もカチューシャなのね。何かしら絡ませてくるとは思ってたが、カチューシャがカチューシャ乗っててはロタ。シベリア送り25ルーブルって、どういう意味なの？ルーブルが金の単位なのは分かったけど、ルーブル札に書かれている修道院に、十字架がなかったそうで、その期間ってのは、その修道院は強制収容所として利用されていたらしい。ルーブルは強制収容する期間、日数の隠語ってことか。シベリア送り25ルーブルの元ネタは、ソルジェニーツィンの小説、収容所群島から、監督ツイッターより、ナッツってなんだ？くるみ頭、バカとかクソったれとか。101空挺のマコーリフ准将の言葉。元ネタは1944年のアルデンヌ攻勢の時に、降伏勧告に来たドイツ軍の軍師に対して米軍の将校が、ナッツ、クソくらえとかそんな意味、って言って、投降拒否した史実。映画のバルジ大作戦でも出てくる。世界史録に勉強してないから、スターリングラードの例えがわからんかった。世界史というよりは映画の知識だな。寒いなという言葉の代わりに、スターリングラードだというのがミリオタのたしなみ。要はドイツはスターリングラードまでソ連を追い詰めたが、極寒には耐えられなく負けた。今回のお話が気になった人は、映画スターリングラードがおすすめ。同名で、2つあるけどどちらもおすすめ。プラウダ側の死者が持ってたのって、白旗だよね？降伏の意味で受け取るかもしれないけど、戦闘せずに交渉をする場合でも白旗を使うのよ。白旗自体の意味は、戦闘の意思はない、なので、次回は包囲網突破戦か。燃えるな。さあこの3時間をどう使うかですよ。おい、どうすんだよこれ。土下座どころかアンコウ踊りレベルだろ。ここからどうやって勝つんだ？一体どうやって勝つのか、想像もつかない。戦車で籠城戦で勝利なんてできるのか？続きが純粋に気になる。まさに絶体絶命だよな。お前ら戦車の話ばかりしてるけど、次の話はガルパンの色を決める話だぞ。勝利至上主義に嫌気がさして逃げ出したミポリンが、皆で楽しむ戦車道を目指していたのに、結局は勝ちにこだわらないといけなくなる。どうピンチを切り抜けるかより、こっちの方が気になる。映画でもよくあるけど、自利品の立てこもった教会から、全員飛び出て突破とか胸熱だと思う。吹雪に乗じて出てカチューシャ寝てた。でも俺は一向に構わんよ。それでも十分面白いと思う。今回のカチューシャ聞いてて思ったけど、このアニメ地味にこういう国際色豊かな部分が楽しいな。なんか毎回いろんな国に旅行してるような感覚を覚える。雪の進軍を歌いながら行軍してほしいな、と思ってたけど、今話の流れを見る限り、それはなさそうだな。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。